こんにちは。かなり涼しくなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、iPhone 関連の動画になります。といってもですね、私もご多分に漏れず iPhone15 の争奪戦に敗れてしまい、まだ全然手元に届いていません。届いたらこちらまた動画にしたいと思います。で、今回は更新された iOS ですね。今回 iOS17 になりましたけど、今手持ちの iPhone14 Pro にこの iOS17 を入れたところ結構このカメラ周りが使いやすくなりましたので、その辺の情報をちょっとシェアしたいなと思います。そして動画の後半では無料なんですけどかなりいい感じのカメラアプリが出てきましたので、それも紹介したいと思っています。まず写真の設定項目が増えたっていう点なんですけど、設定に行ってカメラに行ってでフォーマットっていうのがあって、ここを開きます。そうするとこの2番目に写真撮影っていうところがあって、プロローと解像度コントロールっていうのがあります。これをオンにするとこれでロー写真が撮れるんですけど、 iOS16 まではここがもうロー写真っていうのは4800万画素の固定だったんですよね。それが今回この17になってここを押すと分かるんですけど、選択肢が一気に2つ増えました。この一番下プロロー最大48メガピクセルまでっていうのは今まで通りなんですけど、プロローの12メガピクセルとさらにこのヒーフ最大48メガピクセルまでっていう、iPhone の圧縮形式なんですけど、それの4800万画素も撮れるようになりました。このプロロー4800万画素すごい良くて、去年も70万か80万ぐらいするニコンの一眼レフと比較をするっていう無茶な企画をして動画を作ったんですけど、それ見ていただいたら分かるんですけど、かなり綺麗でいい線いってるんですけど、最大の欠点がファイルサイズがむちゃくちゃ大きいんですよね。1枚あたりがもうほんと100メガとか130メガとかいっちゃって、でライトニングかエアドロップしか転送方法もないので、送るのもすごい、転送するのも時間がかかるっていうことで、実際のところちょっと使い勝手が悪いなって感じはしたんですけど、今回やっとですね、かなりファイルサイズの小さいヒーフの4800万画素とか、プロロー写真でも1200万画素っていう風なモードが追加されました。でこれはですね、カメラアプリを開いて、ここにこういう表示が出てるんですけど、ここを押してやることによってオンにすることができます。でさらにですね、ここ長押しすると、ここでヒーフの最大4800万画素とかローの4800万画素とかっていうのも簡易的に選べるようにもなっています。で私もいろいろ撮ってきたんですけど、ですね、まずプロロー48メガピクセルはやっぱり巨大で127メガとか130メガとかあるんですけど、プロロー12メガピクセルは38メガとか20メガとか、そうですね、半分以下どころか4分の1、5分の1ぐらいのサイズ感かなと思います。重いことは重いんですけど、だいぶね、軽くなりましたね。で、ヒーフの方なんですけど、48メガピクセルでヒーフで撮ったのが15メガとか16メガ。15メガ。大体そんな感じでしょうかね。普通のヒーフで撮ったのが4、5メガなので、その3、4倍って感じなんですけど、どういうところで撮るか、どういう写真を撮るかによってもかなり変わってくるとは思うんですけど、10メガそこそこって感じでしょうかね。じゃあ実際撮ってきた写真でちょっと比較してみようと思うんですけど、右は4800万画素ローで、左が1200万画素ヒーフですね。今までの組み合わせです。このサイズだとあんまり違いも感じないんですけど、例えば元々の画素数が違うんで同じ大きさに拡大するっていうのはちょっと不公平かなとは思うんですけど、もうパラソルも明らかに違いますよね。もうなんかノイズなのか汚れなのか、ちゃんと映しきれてないのかよくわかんないですけど、なんかぼやぼやです。この辺の輪郭もぼやぼやだし、もう木の表面とかもこっちはね本当に細かく綺麗に映ってますけど、全然もうなんか映ってないですよね。この辺の草とかも輪郭がすごい強調されてるので、なんかもう汚い感じになっちゃってますよね。でこっちをじゃあこの左の1200万画素ヒーフを4800万画素の新しくできたヒーフに切り替えてみます。今度は同じ4800万画素同士です。左がヒーフ、右がローです。でこれをちょっと拡大してみましょうか。
先ほどと同じパラソルの部分なんですけど、かなりいい勝負になってきてますよね。木の表面の状態も、ほぼ同じ感じで、ちょっとやっぱりヒーフっていうか iPhone チックな感じで輪郭がね、かなり目立つ感じはするんですけど、解像度という意味ではやはり同じ4800万画素でいい感じで撮れてるんじゃないでしょうか。これ別の写真なんですけど、これ右が4800万画素ローで1200万画素のヒーフ、左ですね。これもやっぱり比較すると、もう全然ね、この辺の感じ違いますよね。当たり前ですね。解像度が全然違うので当たり前なんですけど、こっちをじゃあ4800万画素に入れ替えてみます。今度左は4800万画素ヒーフになりました。右は4800万画素のローです。結構綺麗ですよね。ちょっとこうやっぱりなんていうんですかね、もしゃもしゃしてるというか、エッジが輪郭が目立ちますけど、でも本当4800万画素ヒーフなかなかいいですね。室内なんですけど、右が4800万画素のローで、こっちが左が1200万画素のヒーフになっています。ちょっと色味が違うのはあれなんですけど、例えば拡大してみると大体同じでしょうかね。この星垣っていう字とかも明らかにこう4800万画素の方がはっきりしてますよね。ここなんかこのちっちゃい字とか読めますけど、こっちはもう完全に潰れてます。このぐらい差があります。でこれを今度新しくできた4800万画素のヒーフにちょっと入れ替えてみたいと思います。今度ともに4800万画素になってます。右がローで左がヒーフです。でこれちょっと拡大してみます。解像度を上げるには今まで4800万画素のローしかなかったんですけど、このヒーフならファイルサイズは7分の1とか8分の1で、このローとほとんど同じぐらいの解像度で写真を撮ることができるので、取って出し前提であれば、このヒーフ4800万画素っていうのはなかなかいい選択肢じゃないかと思います。次に1200万画素のロー写真とヒーフの比較をしてみたいと思うんですけど、右側がローですね、左がヒーフです。この状態だと本当ただの逆光の写真にしか見えないんですけど、このローの方をちょっと編集してみたいと思います。ちょっと極端な感じでやってみようと思いますけど、シャドウ目いっぱい持ち上げて、露光量を上げて、ハイライトを下げて、明瞭度を上げて、自然なサイドも上げてやると、こんな感じですごい綺麗な朝顔が出てきました。結構綺麗ですよね。この暗いところに朝顔が隠れていたのがね、よくわかると思うんですけど、この同じ設定をヒーフに当てはめてみます。するとどうでしょう。同じ絵が出てきました。ただしですね、比較するとですね、全く違うんですよね。もうこっちは完全に階調が潰れちゃって、塗り絵みたいな、もうイラストみたいな感じになってますよね。この壁とか朝顔とかね。こっちはノイズはありますけど、綺麗な状態で細かいこういうね、毛とかも全部見えますし、葉っぱもね、見えてます。なので、ローファイルはちゃんとこの暗部のデータも保存されていたっていうことがよくわかります。4800万画素に比べると解像度は落ちるとは思うんですけど、編集前提であれば、12メガピクセルのローもね、結構使えるんじゃないかなと思います。でもう一つの設定がビデオ撮影に関する設定なんですけど、設定に行って、今度もう一回カメラに行って、でビデオ撮影という項目があります。これです。でその一番下にですね、ホワイトバランスをロックっていう設定がね、追加されています。これ今までなかったんですけど、これは録画ボタンを押してから停止するまでの間、ホワイトバランスを一定に保つという機能になります。色合いの違うライトの元とか光源の下でこう移動したりしながらとか、例えばカメラをパンしたりしながら撮影すると、カメラが勝手にホワイトバランス合わせてくれるんですけど、なんかそれがうまくいかなくて色合いがおかしい時とかあるんですけど、そういうのを防いでくれる。最初に録画開始した時のホワイトバランスのまんま最後までこうコンスタントにその値を保ってくれるという機能になります。これiPhone 14 Pro なんですけど、うちの奥さんが使っている iPhone 13にも追加されてましたので、結構いろんな iPhone に追加されたんじゃないかなと思います。よかったら見てみてください。
でですね、最初に言っていたカメラアプリなんですが、これになります。このブラックマジックデザインのカメラアプリになります。シネマカメラとかいっぱい出している会社なんですけど、完全に無料で使うことのできるアプリです。で、ここ見ていただいたらわかるんですけど、普通にいろんなカメラでできるような設定がここでできるようになっています。今までもこういうアプリあったんですけど、例えばフィルミックプロとか、あとモーメントのカメラアプリとかあったんですけど、有料のものが多いんですよね。今回のものは完全に無料になっています。で、ちょっと面白いのが、縦で持ってるにもかかわらず、横で撮ったかのような横長の映像を撮ることができます。ちょっとクロップされるんですけど、横にしていかにも撮ってる風な撮影をしなくても、横長映像が撮れます。で、ちょっと設定いろいろ見ていこうと思うんですけど、ちょっとたくさんありますので、全部は見れないんですけど、ここを見ていくと、例えばレンズ、ここでレンズの設定ができます。このカメラであれば、この iPhone であれば 13、24、77mm が選べるようになっています。で、これで選んでやれば、あと勝手に切り替わることがありません。iPhone の場合は、iPhone の標準アプリの場合は、設定次第ではここがね、勝手に切り替わっていくんですけど、これはもう固定されています。フロントカメラも選ぶことができます。で、次が、FPS ですね。フレームパーセカンド。24フレームとか30とか60とか選べるようになっています。で、次はシャッター速度です。シャッター速度も、だいたいフレームレートの倍とかって言われてるんですけど、ここで2位のものを選ぶことができます。で、アイリス、F 値は、レンズ、もう iPhone の場合は固定なので選ぶことができないんですけど、レンズに合わせてここの表示も変わります。で、ISO 感度もここで変えることができます。オートでもできます。で、ホワイトバランスもここオートって押せばオートになりますね。2位に選ぶこともできます。それからティント、色合いですね。ここも自動かマニュアルで選ぶことができます。で、これは手ブレ補正で、オフにするかスタンダード、シネマティック、エクストリームっていう感じで選べるようになっています。で、これは露出補正ですね。マイナスとかプラスとかできるようになっています。で、ここオートってやると、さっきのホワイトバランスとか ISO とかシャッタースピードがオートになります。で、これがですね、これをフォーカスですね。ここで自分でマニュアルフォーカスすることができます。で、ピーキングって言ってどこにピントが合ってるかっていうのを表示することももちろんできますし、あとはこれで露出で白飛びしているところを表示するとかしないとか、これピーキング表示の設定とか、あとグリッドですね。グリッドの設定とか。これは、例えば縦動画であれば、どっからどこが今映ってますよとか、それからこれセーフティーゾーンの設定とかもね、できます。で、あとはフォルスカラーって言って、どこが今適切な露出になっているのかが色でわかるような。よく外付けのモニターとかにもこういう機能ついてますけど、そういうのがついています。すごいですね。で、あとこれはですね、RAT って書いてあるんですけど、iPhone 15 Pro で、ログ撮影ができるようになったんですけど、それをするときは白っぽくなってしまうので、あらかじめ自分の好きなラットを入れておくことによって、こんな感じで撮れるっていう色合いをもう最初から見ることができるようになっています。あとは、ここ設定の中にもまたいっぱいあるんですけど、レコーディング設定で、HEVC とか、プロレスの 422LT とか HQ とか4444とかも選べます。標準アプリだと Apple プロレスしか選べないんですけど、ここでね、いろいろ選べるようになっています。本当設定項目がたくさんあって、ちょっと全部は説明できないんですけど、かなり多機能になっています。カメラ好きの方であればかなり楽しめるんじゃないかなと思います。無料なのでぜひ皆さん一度試してみてください。ということで今回は、iOS17 の新しいカメラの設定についてとこのブラックマジックデザインのカメラアプリの紹介でした。また iPhone 15 Pro が届いたらこのアプリもねいろいろ使ってみたいと思っています。iPhone 関連の動画またいろいろ出していこうと思いますのでよかったらご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。